歓楽街、玉の井とお歯黒ドブ。昭和初期の東京。華やかなモダニズムの陰には貧困と欲望が渦巻く裏の顔がありました。事件の舞台となったのは当時東京市にまだ編入されていなかった東京府南葛飾郡寺島町の一帯、通称玉の井と呼ばれる地域です。玉の井は人がやっと通れるほどの狭い路地が迷路のように広がる市商街、すなわち特定の業態の集積地として知られていました。長い家風の木刀奇譚をはじめ多くの文豪がこの町に出入りし、作品の舞台にしたことでも知られています。その成り立ちは1918年頃、浅草観音裏の名手や表向きは酒を売る店と装いながら裏で売春をさせていた店、学格整理で追われ郊外の玉の井に移り住んだのが始まりとされています。さらに1923年、大正12年の関東大震災で焼け出された業者が集まり、約500軒、2000人もの女性が働く巨大な歓楽街が形成されました。公認の遊郭ではなかったものの、当局は黙認していました。この玉の井のすぐ近くには、通称お歯黒ドブと呼ばれる下水溝がありました。水面が黒く濁っていることから名付けられたこの汚水の溝は、メタンガスの泡が絶えず発生し、犬や猫の死骸が遺棄される陰惨な場所でした。遺体の発見とバラバラ事件の命名。1932年、昭和7年3月7日午前9時ごろ、このお歯黒ドブで近所の子供が下駄を落としました。呉服商の男性、あるいはペンキ屋とも画棒でドブをかき回し、下駄を探したところ、黒い水面に白地の浴衣で包まれた不審なものが浮き上がってきました。事態を察した男性が警察に通報。駆けつけた警官が引き上げられた包みを解いたところ、中から男性の凄惨な遺体の一部が現れました。警官らがさらに現場周辺を捜索すると、ドブの少し離れた場所からさらに2つの包みが発見されました。合計3つの包みには推定30歳くらいの男性の激しく損壊された遺体の一部が収められていました。当初この事件は寺島屋突きり死体事件などと呼ばれていましたが、捜査が長引くにつれて東京朝日新聞、現朝日新聞が名付けた玉の井のバラバラ事件という名称が世間に定着していきました。このバラバラという表現がこの種の死体切断事件を指す言葉として使われた最初期の事例とされています。難航する捜査と世間の反応。警視庁は直ちに捜査本部を設置し、翌日には東京帝国大学で遺体の解剖を行いました。解剖の結果、被害者は年齢30歳前後、日焼けしており、骨格と筋肉の発達から肉体労働者と推定されました。顔は角張り、富士額、そして門歯の裏には二重の犬歯があるという特徴がありました。致命傷は、前顎部から左にかけての鈍器状のものによる激しい打撃で、猛烈な打撃により顎は粉砕され、下前歯3本が折れていました。死後はおよそ1週間が経過。遺体を結えていた真紐からは、女性の毛髪や猫の毛、そしてイワシの鱗までが付着していました。遺体を包んでいたハトロン紙は、近隣の石鹸工場などで使われている包装紙と同種のものでした。遺棄されたのは発見された日の前日、6日の夜と推定されましたが、肝心な両手足と胴体の一部が発見されないため、捜査は難航します。捜査陣は地元町内会や青年団の協力を得て、消防ポンプまで使って、お歯黒ドブのヘドロを必死にさらい続けますが、徒労に終わりました。地元警察には非難の投書が舞い込み、捜査本部は苦肉の策として懸賞金を出すことを決定しました。被害者の身元情報には100円、犯人特定につながる情報には200円という、当時としては高額なものでした。事件の経過は新聞を通じて連日報じられ、テレビのない時代、
世間の関心は集中しました。しかし、事件によって玉の井の名手屋街は、1日の客が3分の1にまで激減し、周辺の飲食店までもが大きなダメージを受けました。一方で、現場にはやじ馬が殺到し、屋台まで出るという騒ぎになっていました。迷宮入り寸前での突破口、捜査が行き詰まると、マスコミは、江戸川乱歩や甲賀三郎といった売れっ子の探偵小説作家に推理を求め始めます。客足が遠のき困り果てた玉の井の業者は、彼岸の中日に、お歯黒どぶ、野脇に祭壇を設け、供養まで行うという事態になりました。もはや事件は迷宮入りかと思われた、その時です。事件発生から約7ヶ月が経過した9月27日、意外な場所から捜査に光が差し込みます。水上警察署の署長らが現場視察に出かけた際、同行した枕橋派出所の医師が道を巡査、当時28歳が、ふと3年前に不審尋問したある男のことを思い出しました。その男は被害者の特徴と酷似していたのです。その男は千葉龍太郎、当時27歳というルンペン不老者で、富士美体で八重歯という特徴があり、幼い娘菊子を連れていました。医師が巡査は千葉親子の境遇に同乗し、菊子を自宅に預かり、千葉には運送屋の仕事を世話しましたが、千葉はすぐに辞めてしまいます。その後、千葉は故郷の秋田に財産があるという話をし、旅費を受け取って帰郷しましたが、すぐにまたふらりと東京に戻ってくるという不安定な生活を送っていました。容疑者の浮上と事件の全貌、捜査の結果、千葉龍太郎と菊子は、本郷に住む長谷川一太郎、当時39歳、という男の家に寄宿していることが判明しました。10月16日、警察は一太郎に千葉の消息を尋ねますが、一太郎は、今年の2月頃に家を飛び出したきりだ、と答えます。しかし、近隣住民への聞き込みから、長谷川家と千葉の間で常に金銭的なトラブルがあったことが浮上します。長谷川一太郎は建具職人でしたが、当時は制業を持たず、春画、わいせつ画を描いては千葉に売らせて生計を立てていました。トラブルの原因は、千葉が春画の売上金を勝手に使ってしまうことでした。10月20日、警察は一太郎を有力容疑者として水上警察署に連行し、追及を開始します。ついに一太郎は千葉殺しを認めましたが、当初は千葉を救ったのに恩をあだで返され、怒りから自分一人で殺したと単独犯行を主張しました。彼の境遇を知った世間は当初同情的でした。しかし10月28日、一太郎の自供内容は一変します。千葉を引き取ったのは彼が故郷の秋田に持つという財産目当てだった。殺害は計画的で弟と妹が手伝ったと供述したのです。世間の見方は一転し、長谷川一家に対する非難が高まりました。長谷川一家は病気がちの母親とバーの女給である妹の富、当時30歳、そして印刷工の弟の長太郎、23歳が暮らす経済的に困窮した一家でした。一太郎は千葉の秋田の財産という嘘の話に乗せられ、親子を家に引き取りました。しかし、妹の富がバーの客の子を妊娠し、出産時に輸血が必要となると、千葉は進んで血液を提供するという献身的な一面を見せます。この出来事の後、母親の文は娘の富をけしかけ、千葉と夫婦同然の関係を結ばせるに至ります。一太郎は、財産整理を迫るために千葉を故郷へ帰らせましたが、千葉は無一文で戻り、田舎では小作葬儀が起こっていて財産を処分するどころではなかったと嘘をつき続けます。一方、一太郎が描いていた春画の原本を提供していた内山重次という老人からの情報で、一太郎は千葉が無一文の完全な嘘つきであることを知ります。追い出しにかかっても千葉は居座り、粗暴な振る舞いを繰り返すようになりました。そして
ある時千葉は生まれたばかりの赤ん坊に対し配慮に欠ける振る舞いをしました。これが原因かどうかは不明ですが、赤ん坊は間もなく死亡し、一家はこの赤ん坊の死と千葉の存在に追い詰められていきます。1932年、昭和7年2月11日、ついに一太郎と長太郎は演説会から戻った千葉に対し、スパナやバットで激しく暴行を加え、殺害します。妹の富は見張り役を務めていました。その後、一太郎と長太郎は2日がかりで遺体を分割。一太郎と富が円卓を使い、一部の遺体をお歯黒ドブに遺棄。未発見であった両手足と腹部は、長太郎が働いていた東京帝大工学部の配管の床下に隠しました。裁判と事件の残した影。事件の解決後、その残虐な内容にもかかわらず、わずか1週間余り後には、この事件を元にした実話映画が次々と公開されました。自供内容が後に二転三転したため、その実話の信憑性は低かったものの、当時の世相を反映する熱狂ぶりでした。1934年、昭和9年8月、東京地裁は、一太郎に懲役15年、長太郎に懲役8年、富に懲役6ヶ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。一太郎は控訴し、翌1935年、昭和10年には東京高訴院で一太郎に懲役12年、長太郎に懲役6年とそれぞれ減刑されました。玉の井バラバラ事件は、昭和初期の東京の暗部に潜んでいた人間の欲望、貧困、嘘、そして異常な衝動が絡み合った極めて異様で凄惨な事件として人々の記憶に深く刻み込まれることとなったのです。